地獄楽。現在放送中のアニメ、皆さんももちろんチェックしてますよねと。原作は角裕二先生による同名コミック、2018年から2021年にかけて少年ジャンププラスにて連載されていたシリーズ累計発行部数480万部を突破した大人気作品です。時は江戸時代末期、抜け人として囚われ死罪人となった元岩隠れ最強の忍びガビマルは、極楽浄土と噂される島から不老不死の仙薬を持ち帰れば無罪放免となることを告げられる。ガビマルは最愛の妻と再会するために内首執行人山田朝右衛門さぎりとともに仙薬がある島に向かうが、立ちふさがったのは同じく仙薬を求める死罪人たち、そして島に潜む謎の生物。謎多き島新仙郷で仙薬をめぐる戦いを繰り広げるバトルアクション、こちらコミック完結から約2年、舞台化に続き4月より待望のアニメ放送がスタートしました。はい、ということでございまして、まずはすでに放送を終えたアニメ前半の総集編をご覧いただきましょう。どうぞ。ありがとうございます。こちらテレビアニメ地獄楽前半の総集編をご覧いただきました。はい、こちら YouTube のコメントなども見れるんですけども、はい、本当に神アニメ、作画の力がすごい、英語のね海外の方もたくさん見られてるということで、はい、ビューティフルとかビューティフルさぎりとか、いろいろ書いていただいております。ありがとうございます。さあということで早速こちら見ていただいたということで、地獄楽ステージ始めていきたいと思います。まずはキャストの皆さんにご登壇いただきましょう。大きな拍手でお迎えください。どうぞ。テレビアニメ地獄楽より山田朝右衛門さぎり役の花森ゆみりさん、よろしくお願いします。すごい。はい、あざちょうべ役木村良平さん、そしてゆずりは役高橋理恵さん、よろしくお願いします。山田朝右衛門しおん役小林千佳弘さんです。よろしくお願いします。ということで本日はこの4名でやっていきたいと思います。はい、じゃあまず改めてご挨拶からいただきたいと思います。はい。では、はい、よろしく私からいいお願いですか。します。皆さんこんにちは。こんにちは。
OK なんでね、それ別にそうか、はいもういいんだ。もう声出し OK ですから。さっきここ有名アーティストたちも立ってる場所なんだよはいってお兄ちゃんたちに教えてもらってちょっとやってみようって思っただけです。はい、山田朝右衛門さぎり役の花森ゆみりです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそしてはい、皆さんこんにちは、俺の神は俺だけだ、あざ長兵衛役の木村良平です。配信ご覧の皆さん、会場の皆さん、今日よろしくお願いします。お願いします。さあ続きましてはい、ゆずりは役の高橋理恵です。今日はマッパステージ2023一つ目のステージということで、地獄楽知ってる方もそうでない方もちょっとでも魅力届けられたらなって思ってます。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続きましてはい、山田朝右衛門主音役の小林千佳弘です。目利きが得意です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますやっぱり言うんですね。わかりやすい自己紹介で。いや素晴らしい。はい、それではお座りいただいて、はい、よろしくお願いします。はい、さあということでこちらアニメ放送開始しまして、キャストの皆さんが登壇するイベントは初めてというこおお、そうか。確かにはい前回がそうか先行上映会だったので、はい9人揃って、うんはい、初めてだ。いろいろ語れるところまで来ました。ようやく来ましたね。とずっと語りたかったんです。ちょっとテンションが高すぎてそうそう。高まってる。昨日の夜はいね。何ですか。いろいろありましたね。昨日の夜。まあ、一番ホットなところをオンエア直後だからね。はい、昨日の夜見た人。見たいといますか。ああ、いや当然ありがとうございます。そうですよねよかったね。いやこれはもう今日たっぷり喋れますから。そうね、はいそうね、そうかそうか振り返りつつ、そう振り返りつついろいろとね、前半の話していけたら嬉しいです。さあということで、それじゃあまずこちらね、総集編の VTR 前半のありましたけれども、どうですか、やっぱお気に入りのシーンとか皆さんあったりしますか。いや本当おのおのが、うんね、おのおのの場面を持ってるキャラクターたちなんで、はいさぎりだと、うんそうですね、やっぱガビマルとの出会いはもちろんなんですけれど、はい個人的にロクロータとの会が、あそうロクロータのこう首をはいちゃんと解釈するところのシーンが個人的にはこう母にはなったことがないんですけれど、はいやっぱ母に育ててもらった身なので、そこでやっぱどうやってこの未熟な母性を出そうかっていうのを悩みながら演じさせていただいて、実際に絵で見た時に泣いちゃうっていういや改めてお客めちゃくちゃ良さんとしてかったですよね。泣いちゃったっていう大好きなシーンですね。そうですよね、まあしっかりと成長、そして迷いを吹っ切ったようなさぎりになったなというようなはいシーンだなと。ありがとうございます。誰にもありがとうございあります。がとうございます。いやもう皆さんすべてのものにすべてのものに今全てのものもう花森さんがもう母性がなぎの心で。いやでもやっぱそういうね、皆さんいいシーンあります。どうですか木村さん的どうでには。すか。そうですね、今日は僕実は弟がいないんですよ。そうあーそういえば本当だそうだ。はい弟がいなくてすごく寂しいんで、はいただもうこのやっぱ地獄楽長兵衛にとってやっぱり兄さんって言われてなんぼの作品なんで、そうですね兄さんって言ってくれてるし、すごいんですよ、僕の弟セリフの9割兄さんなんですよ。いや言ってましたねそんな9割これもう嘘だと思う人見て、地獄楽そのためだけに一回見てほしい。誇張してないからね。ほぼ兄さんしか言ってないからそうか。そうですね。それぐらいやっぱりでもね、僕らの兄弟の絆がね、僕たちにとっては大事ですんで、そこですかね。確かに長兵衛もしっかり弟を愛してるっていうのがはいもちすごろんですく伝わってくるのがいいですよね。はい。いや素晴らしい、やっぱいいシーンが多い。さあ高橋さはい、んどうでしょゆずりははそうですね、まだちょっと好きなシーンとかはこの先にもあるんですけど、はいやっぱ登場すると空気がちょっと和らぐというか、う。あ、そうですね、ムードメーカー的な。地獄楽のこの世界というか地獄楽を生きてるみんなの中で、はいそのちょっとした箸休めみたいな瞬間が多いので、そういうのをこう緩急のところをちょっと緩い方をやらせてもらってるなって感じます。確かにね、うんガビバルの応援してるところとかね、めっちゃ可愛い。やりました。本当に可愛かった。スタお風呂ンプ欲しいもあるよ。お風呂もあるよ。お風呂か。お風呂シーンね。お風呂お風呂もあるよじゃない。必見なんかはい必見だけどもそれ今誰の声だったんだってなりますから。
いや確かに心そういうねの声かな。そうでも癒しのポイントはしっかり抑えて、でもこっからの一体どんなストーリーを持ってるキャラクターなのかと、思わせてくれるのも素晴らしい。さあそしてはい、ねえ小林さん、僕はやっぱり昨日初登場でしたので、そうはい、ですよね。やっぱり印象深いシーンといえばもう初登場会の最後のシーンがすごく印象的ですね。弟子に天座君っていうね、はい弟子がいるんですけど、見たことない人はぜひぜひそこまで。はい、見てほしいそう本当にこれね見てほしい本当にすごいですから。本当に最後に天座君が頭下げてね敬語を使うっていうところで僕はもう昨日ボロボロ泣きましたので、ぜひぜひね見てほしいですね。ネタバレになるので初めて見る人のためにあんまり言えないんですけど、そうなんですよ。多分泣くと思います。はい、そうそういうことなんですよ。ネタバレになるって言って泣くって言ったらもうある程度想像もつくんで、まあネタバレしました今。はいいやでも本当にめっちゃいいシーンですから、はいやっぱねそれぞれのキャラクターにまずね魅力的なシーンがありますけれども、さあもうアフレコもね、進んでいってアフレコの裏話的なもんってあったりするんでしょうか。裏話。はい裏話なんかどう地獄楽って結構、登場してるメンバーが限定的なんですよね、そうそうそう。はいはい、確かにそれぞれのチームでやってる感じです。だから結構会話とか掛け合いとかは、その本当に作品に登場してるメンバー同士で結構やれてるかなって感じですかね。なので私はガビマルさぎりペアとねはい一緒によく一緒にやってるなって感じです。センター殿と一緒にねそうそう撮ってて、あそれでいくとはい一回だけ私あざ兄弟と一緒になぜか撮った回がなぜかあえなぜかそうそうあそうでもそうかなぜそんなに一緒じゃないか。あそうなんですよ。基本もう一緒に旅するところなんで、ゴニョ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 って撮った回があって、はいそうその時になんか性に執着ありますかって常に問いてる側なんですけど、問わなくてもめちゃくちゃ性に執着どころじゃない。性が多すぎましたよ。兄さんと同じぐらい成どう長しました木村さんどうしました。今日ずーっとふわふわしてるんですよ。どうしたんですか。まあトップバッターっていうのもあるけど。多分楽しみだったんだと思う。楽しみだった。そうかすごい生命力にあふれすぎてて、確かに全然違う話じゃんって思いながら、うんその場にいたっていう裏話があります。確かにねもうはいその、なんていうんですかどこにねどこから見るかでもう全然内容は変わってきますから。そうなんですよね、うん結構特性が全然違うキャラクターたちなので、確かに。そう見てても全然私たちこの生き方知らないって子たちがいっぱいいて確かに楽しかったです。そうですよね、うんどうですかその木村さんこのあざ兄弟として、アフレコではやっぱりもう本当にね原作アニメご覧の方はご存知だと思うんですけど、僕ら2人はほぼペアでずっと動いてる感じ、はい言うてしまえば一方その頃組なので言ってしまったね。いろんなストーリーがねそあうなんでするってことですそうなんですそうなんですこれ本当に今の怪しい世界の中でそれぞれのキャラクターがどうそこで生きるかみたいな、うんだから一緒にいる時もあれば離れてる時もあるんで、僕らは割と2人で行動してることが多いんで、そこをね一緒に撮れたんで本当に満足、いい環境で収録できたなと思いますし、はいで一回花森が来てくれた時はね「はい帰れ」って言ったのに、私は聞いてくんだっつって。もう本当にちょっとしかしかも掛け合いもしないしはい喋らなかったっていうお話があるんですけど、はいはいはいそうそれでなんかもう全部俺たちが入れとくからいいよ帰ってみたいな。終わったんで帰れと。私のセリフ入れとくから帰っていいよみたいなこと言われまめちした。ゃくちゃそのバージョン聞きたいわ。締められました。でもなんかそこの設定になってくれたから、そこでなんかこっちの収録チームはこうで、このアザチームはこういう感じなんですねみたいなのを僕ら教えてもらって、割とそこで本線というかねこっちラインのことをちょっと知れたみたいなことはあったかそうな。かそうか。よかった。だからいろいろねそうやってそこの交流で知ることもあって、いいですねアフレコも。小林さんもそうですね。僕はやっぱり天座とあとヌルガイと一緒に撮ることが多かったので、はいなんか個人的になんか3人で飲んだりとかもしたり、そうめちゃめちゃ熱い飲みになるんじゃないですか。そうやっぱり絶対いいシーンにしてやろうぜみたいな。確かに全員熱かったあそこ熱いですよね。初メンバーが集まなんか愛が強い人たちが多くて、僕も結構ね熱入っちゃうタイプなんで、もうみんなでなんかうわーって言って、はいそんな8話になりましたね。そうか8話に向けてねそう行く感じそうですから。絶対やってやろうみたいな。
いや素晴らしい、うんアフレコもねこうやってね裏話聞けるのも嬉しいですけれども、じゃあちょっとこちらね、最後皆さん演じるキャラクターたちの、この今後の見どころ、今後の見どころここから今8話が終わったところですから、言えるかな、どこまで言えんだろうね。本当ですよね。うん言える人から言ってく。言える人からそうですね、私言えるよって方、いやそうですの残った人も言うんですよ、いつか。本当だよ。そうか、いつか言わちょなきゃいけない。っとこんなにしっかり考える見どころ、はい。はい、じゃあ行きましょう、花こ森さん。れからもさぎりは迷い続けます。ああ、確かに確かに。いやでもこれはどうねまた決断していくのかっていう。迷って一個答えを見つけて迷ってっていうのを繰り返していく女の子なんで、そのやっぱり道行きを楽しんでほしいなっていうのはあります。なるほど。なるほど。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、お三人一抜けいきますか。いやーそういう感じ。はい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 。はいこれ後のいい後のがな、いいね。な。まずごめんなさいなのがお風呂シーンはない。いや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 そこはそんなにみんな求めてないかもしれない。本当に申し訳ないと思って。あるやもって思ってないですよ。あるやもと。ただ今現状8話、はい7、8話まで追ってくださってる皆さんからするとこっちのアザーズ、チームアザーズの方はアザーズ結構っていうところで終わってるんですよ。そうだ。でしょ？はい。あ、そうかそうか。気になる。任しといてくれ。もう俺たち兄弟は大丈夫。いいとここれからもバシバシ見せていくんで、ぜひぜひ追っていただけたらと思います。頼もしい、嬉しい。この一言木村さんから聞けるの嬉しいな。いいな。はい。さあ、セーフ。さあ、もう座り順やんけ。普通に行きましょう。行きましょう、高橋さん。なんもいいシーンありませんってダメだあ、いい最高。おい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 。いいですね。これね、はい、なんもない、なんもない。もう全然出てこない。果たして信じられるのかどうか。そうですね。これは譲り派チックな。そんな感じでいこうかなって。これは譲り派してくれたんじゃないかな。嬉しい。さあ、そして最後小林さん。そうですね。僕は8話の最後にシオンが言った落とし前は必ずつけるっていうセリフがあったと思うんですけど、はい。それをちょっと皆さん覚えておいていただきたいですね。この後どうなるか、はいはいはい、ぜひぜひ覚えておいてください。これはちょっと今からね、また皆さん来週再来週どんどん楽しみになっていくんじゃないでしょうか。さあということで、こうやって、アニメについてキャストの皆さんにお話を伺ってきたんですけれども、さあここからですね、作品にちなみましてある企画を用意しました。題して罪人を探せ騙し合いクイズ。イエーイ、拍手をください。そんな。さあ騙し合い。そうです。今から皆さんには騙し合いをしてもらいます。どういうことですか。なんか聞いたことがあるような感じでデスゲームみたいな。やらないです今から騙し合いを。さあ、こちらじゃあまずルールだけ説明します、これからキャストの皆さん4人で地獄楽に絡めたクイズを出題します。しかしこの中に1人だけ、実はもう答えを知っていて間違った答えへ誘導しようとする罪人が1人潜んでいます。なるほど。さあ皆さんはそうやってなんでね、なんでさっきの絶対こいつじゃないですか。何もしてないじゃん。嘘つきの喋り方して怖っ。始まってんだもう。わかんない何も待って始まってないからね。まだ何も始まってない。そう逆にそういった木村さんも怪しいかもしれない。誘導してもらったよ。誘導尋問だ。いい笑顔だな。さあそして、皆さんにはこれ相談してクイズを答えてもらいます、そして、3問出題して、2問正解だったら罪人の負け、2問不正解に導けたら罪人の勝利となってますので、さあこちら皆さん罪人は一体誰なのか、これね今日のお客さんも YouTube 見てる皆さんもこれ想像しながら、このクイズ、見ていただければと思います、さあそれでは、早速よろしいですか。大丈夫です。一人ね見つけちゃってください。よしこい。さあそれでは参りましょう。第1問。第1話で罪人として処刑を受けたガビマルに4つの処刑が行われましたが、どの刑を受けても死にませんでした。この受けた4つの処刑のうち3番目に執行されたものは1、釜茹で、2、家計、3、内首、4、
4牛崎でございます。はさああやばいそれでは、はい参りましょう。話し合って回答を決めてください。シンキングタイムスタート。はいこれ普通にさ、そうだよね内首は絶対ないじゃん。内首あー最初に切れたでもねなんかけどキーンって跳ね返ってた場面あった気がする。そう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 。本来いやだったらこういう時大体の話をこう率先して進めていくのが人狼なんでねえもう絶対私にしようとするじゃん。待って第1話に出てたの私よそうだわ私全部任せる。待って任せるよはい質問ですはいはい内首一応私しようとしてるのもあって、はい逆に私じゃないゆきおさんがしようとしてるところもあったと思うんですけれど、あ確かにそれどっちのカウントだからなんです多分一番最初に4つやってさぎりにいってると思います。なるほどそっかじゃあ、はい私の会う前の首を落とすぞっていうのは一番最後だからなしで、うんうん。あだったら一番最初も内首から始まりますやったおお。おいあそうなんだ。あじゃあ絶対内首じゃないんだ。そうそう内首じゃないのない。で内首じゃないはいはいはい。だって次この次そうじゃあ、うんじゃあじゃあで二番目この後が、私服をくれって言われて、でもちょっと背中向けてたから多分家計に処されてるんですよ。そっか普通そのなるほど後焦げて出てた。ほうその後焦げてていけるんじゃない、でほうその後に、牛先が来た、お牛先来て、牛が泡吹いてて、で最後に釜茹でで、めちゃくちゃ火がいろんな人に燃え移ってた。なるほど。すごいなんか一人のクイズ大会じゃないんですよ。いやでも1話出てるし、出てるしもうそれでいいんじゃない？でもだってこれで合ってたら白ね全人証明だからそう確かにもう白ってこと証明ですよね。でもここまで言って違ったらもう確定。だいぶ私の記憶力がないだけだよきっとその時は。じゃああつまりつまり3番目は、牛先でよろしいですね。ファイナルアンサー。ファイナルファイナルアンサー。さあそれではこちら正解を見てみましょう。正解はこちら。ということで牛崎ということで見事正解でございます。しかも順番合ってる。そう順番もその通りで。アンサーよかった、はい。じゃあもう白ってこと。本当に白角もらえますか？白角です。確かによーし犯人見つけるぞおさあそれではなるほど。もういいよ行きましょう花森全部答えてくれよじゃあ待って白の人が全部答えれば。最後当てるでしょ今のところ花森さんが白に近いかなというような雰囲気ですね。一番白にさあそれでは参りましょう。続いて第2問。はいさあこちら、はいガビ丸たち罪人や同行者の山田左衛門らが不老不死の戦略を求めて向かった新宣教は一切の苦しみがなく豊穣と喜びに満ち溢れるおとぎ話のように美しい島と言われていますが、別名として作中で呼ばれていないものは1、黄泉の国、2、極楽浄土、3、彼岸、4、常世の国です。さあそれでは皆さん話し合って決めてください。シンキングタイムスタート。これ2番はさ、さぎりん言ってたよね。あ言ってた言ってた。そう今覚えあるわ。極楽浄土と常世の国は行ってるお常世の国は行ってる。行ってるお待って黄泉の国と彼岸どっちだ読みってどういう意味です？読みはあの地世だ獄みたいなあの世ってこと。あーそうそうそう黄泉の国でも言ってそうにも聞こえるんだよな。こう言ってそうやな。いや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 ダメいやオーディエンスダメダメ。そう。いや全然はい。声出し OK とは言ったけど。言ったけど。誰か指立ててる人いない。いやダメですよ。ゲームとして何にも面白くなくなるから。ダメですよ。じゃあ1か3ですね。あだね多分。三のどっちかだなでも読みが地獄なんですもんね。そう。地獄と彼岸。彼彼岸ってどういう意味なんです？彼岸の彼岸花みたいなあの世みたいそうな。まあだか全部らあのよ。川向こうみたいなことだから多分。意味的にはねそう。いやこれは近弘くんですね。俺が答えればいい感じ？多分。そういやなんとなく彼岸って言ってたような
気がするんですよねお。誰かが誰かが誰かが僕ではない誰かが、これでだから黄泉の国じゃないですか。だっていや国ってさ2個あるじゃん確かにね、あ常世の国1とと4黄泉の国ってそうだから確かにどっちかだと思うんですよ。出題者的にめっちゃ笑うじゃないですか。ちなみにこれ、第1話で3つとも出てるそうです。やばい、もしかして私が一旦説ない第1話先行第一話担当第1話のプ第一話ロフェッショナル担当の方。いや、うん私が言ってると思うみんなそこ私が言ってるからクイズにクイズ重ねないでください。いや、でも私のセリフの中に入ってたとしたら国かぶりは絶対しないと思うんですよ。そうだよね。あ、じゃあいいとこついてる。待って、でも私どっちも言った覚えがない。誰かが言ってるんだよ、きっと別の誰かが。さあ時間ないですよ。私1話出てないし。じゃあいやそれが言い訳しないでください。待って、3人1人ずついちかさん答えてって。あ、なるほど。はいはいはい。じゃあちかさんから俺は呼ばれてないのは1だと思います。 1ね。はい。リエリは私も1かな。俺も1なんだ。本本当にいや今私たちが1で来たから1だなと思って。常々思ってた。そうじゃあ私3にしたら1って言います？いやー、試しに言ってみてもらわないとそれはちょっと試しに言ってみて。じゃあはい。私は違う。私は見定める側。私は違う。見定める側だじゃないからどっち1。 1。じゃあ多数決。じゃあ1にします。1でよろしいですね。はい。さあそれでは1に決まりました。さあそれでは参りましょう。正解はこちら。1番黄泉の国でございます。すげえ。さあということでこちら第1話で、一切の苦しみがなく豊穣と喜びに満ちた土地新選挙古くより信仰され極楽浄土彼岸常世の国と呼ばれていた。全部言ってた。はい全部言ってました。おーはいただ真ん中だけこそっと抜けたという。抜けてません。はい抜けてません。抜けてますよ。なんで抜けてないことになってる抜けてません。めちゃくちゃ抜けてる。次行きますよ。次行きますよ。いや次行かないですよ。抜けてるって言ってる。なんでそこ認めないんですか。厳しいな。それはそうです。抜けてません。抜けてるって言ってる。抜けてんだから。ほら次行きますよ。次行きませんって。小言ばっかり多いなとこ。じゃあもう変わってるからゲームが。さあということで2問連続正解、要は3問中2問正解だったらと言ってましたよね。もうこの時点で罪人の負けは確定です。おー確かにただ確かに誰が罪人だったのかもう1問で改めて炙っていただきたいと思いますので、確かにはい最後のシンキングタイム。 3問目いきましょう。3問目はこちら。さあこちら兄弟で、苦難をしのぎたよこの天人賦の才能で盗賊を支配し頭に上り詰めた兄長兵衛と兄を絶対的に信頼している弟トーマ。このあざ兄弟初登場した第4話でトーマは何回兄さんと言ったでしょうか。1、9回か2、10回から14回、3、15回以上。さあこちらね本当に最後の最後罪人の方はもう本当になんとかこの問題を違う方に答えてもらうよう動いてもらいたいと思います。さあそれでは行きましょう。シンキングタイムスタート。これも兄さんどうですか。兄さんどうね兄さん答えるべき。 1ではない。以下ではないんだ。だって4話だからキッズもいたでしょ。あ、そうかキッズ。そっか幼少期キッズトーマもいた。キッズも込みでしょ。はい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 。だからいや言ってると思う。結構言ってると思うよ。ニカさんだとニカさん思うね。ニカさん、なんでそんなに私を見いやいるんですやいや別にニカさん。ニカさん、兄さんってことね。 1ってことはないでしょ。ないと絶思うな。対相当言ってるはずだから。でも結構刻みますよね。10から14っていうところと15回以上に。確かに。それも怪しいね。 14。なんでここなんだろう。ゆみりちゃんは？なんかいや、常にの印象だと3だと思っちゃうけど、これはさすがに持ってるのでは説があって、この怪しい10から14が気になるんですよね。あーなるほどねこなんかどうおまあ兄ちゃん、トーマのセリフの回数ってことだからねこれね。そう頭かお尻に兄さんつくから兄さんなんとかかんとかなんとかかんとか兄さんか。まあ単純に兄さんか。兄さん的にはそれか兄さん。もう含むてんから。てんてんてんもオッケー。言ってないんだ。覚えてるじゃん。いろいろまあありますよ。兄さん
兄さんもあるでしょ。兄さんもある。兄さんもある。兄さんもある。それも一回カウントしましょうよ。なるほどほらほら。お兄ちゃん的には何番なの？いやー今まで20万回以上言われてきてるからな。多いな。いやいやちょっとめっちゃお兄さん多いな。第4話だけなんですよね、しかもこれが。そうなんですよ。さあもう時間ありませんよ。さあ決めちゃってください。ちかさんどう思います？俺はなんかもう30回ぐらい言ってんじゃないかなと思ったんだけど、いっぱいもうセリフの9割がだって兄さんで言ってたもんね。さあそうですそうですそうです。 5、4、待って、リエリは怪しい、2が怪しい。いいよいいよ、じゃあ2ね。さあ2ね。2ね。待って、やだ、はいはい、分かった分かった。待ってよ。出ちゃった。答えてない。答えてない。ほら、なんかすごいタイミングになっちゃったじゃん。さあということで、はい2とカウントされまして、正解は3の15回以上ということです。さあこちら正確には16回となります。本編では大ピンチですが、はい本編のね大ピンチでございますけども、あざ兄弟の今後の活躍にご期待ください。さあということでございまして、さあ最後の問題は間違えました。さあそれでは罪人が一体誰か、さあ皆さん判断できますかこれ。さあコメントでもね書いちゃってください。この中に一人罪人がいました。この中に一人。ちょっとコメントの意見も聞きたいですよね。確かにねどうなん出てますですか？そうですね、今とりあえずもうびっくりするぐらい英語で埋まってます。ありがとうございます。ちょっともうすごい今英語で埋まってます。はい。そうなんだ。一応客観的におそらくまあ違うでしょう。そうです。そうだよね。怪しいとこなかったはいですね。なかったなかった。そんなあなたから見て。あ、誰が怪しい？もうみんな怪しい。みんな怪しいんだよな。そうだよ、ゆめりちゃんが選んだ人でいいよ。はい。そうこれねもうここをもう花森さんが不正解だったら罪人の勝利にしましょう。待って。はい。花森さん行きましょう。お願いします。花森さん名探偵座花森。り直した。木村さんだと思う人。木村さんだと思う人。拍手で怪しいよね。怪しいよね。でも拍手でいきましょう。拍手で。さあでまあまあいるんだ。リエリーだと思う人。ちょっと増えたな。レベルアップしたね。さあそしてちかさんだと思う人。よし。決めました。さあツイッターもね同じぐらいのバランスだったということで、さあ花森さん決めました。はい行きましょう。2番の高橋リエリーです。はい。さあそれでは高橋さん、あなたは罪人ですか罪人じゃないですか、発表の方お願いします。私は罪人です。罪人でしたいや厳しいよ、難しいよ、難しいよ。だってこんなに答え知ってる人いるんだもん。もう何も邪魔できないよ。高橋さん、そうねこんな素直なら罪を犯すな。本当にね。でも仕方ない。さあということでなっちゃっまあでもねやっぱりしっかり、クイズが頭の中に入ってたやっぱキャストさんだということで、改めて罪人を見つけることを成功しました。おめでとうございます。イエーイ。はい。素晴らしい。素晴らしかった。さあということで、まあ、コーナーもやっていきましたけども、こちらもうお時間になってしまいました。おーあっという間はい。さあということで皆さんステージ前方の方に来ていただいて、はい最後に本日お越しの皆さん、そして配信をご覧の皆さんにメッセージの方お願いいたします。それでは小林さんからお願いします。はい、配信をご覧の皆様、そして会場に、お越しくださった皆様、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。そうですね、地獄楽もとうとう8話まで来まして、あんなことがあった8話ですけれども、これからどうやってあいつに勝つんやろうとか、先がすごく気になると思いますので、ちょっとぜひぜひ続き見てもらえばそれが一区切りつくかもしれないですし、まだまだあの人やこの人がこうなるとかいろいろ先もね、もう全然言えないから、先の展開がそうそうちょっとあやふやにしか伝えられないんですけども、めちゃくちゃ今後もっと面白い展開が待っているので、ぜひぜひ見たことない人もまだまだ全然追いつけますので、ぜひぜひこの機会に続きをご覧いただければと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。高橋さんお願いします。はい、今からちゃんと本心で語るんですけど、今までは違った本当のこと言うんですけど、本当に地獄楽まず8話まで見てほしい。とりあえず8話まで見ていただいて、
多分肌に合うと思うんで、もうぜひそのまま見続けていただきたいなっていうぐらいに、本当にまずこう第一段落といいますか、第一段階、本当に地獄楽まず8話までしっかり走り続けられたっていうところもありますので、もうぜひこの段階で皆様にぜひ地獄楽っていうこのアニメが今放送してるよっていうところを知ってもらえたらすごく嬉しいなって思います。この先の展開もやっぱりそれぞれのキャラクターたちのシーンが本当に俺たちのシーンが一番強いみたいな感じで、みんながみんな殴り合ってる感じなので、もうぜひみんなどこの面をとってもすごく楽しいアニメになってると思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ木村さんお願いします。はい、そうですね、収録とか、あとみんなでご飯行く機会とかもあったんですけど、そういうのをやっていくと本当にこの現場ってスタッフキャスト、キャストの厚さっていうのはね、いろんなところでは見ていただけることもあるかもしれないんですけど、スタッフチームもとにかく熱くて、もちろんねものづくりしてる人たちってみんな熱いんですけど、なんかほとばしるエネルギーみたいなものを、この面白いこのいい原作をこの良さを生かしたままいいアニメーションにするぞっていうエネルギーをみんなが持ってやってる感じがすごくして、それによって生まれてるなって自分でフィルムを見てても感じる作品になっていると思います。結構ねご覧になってない方にはね言っときたいんですけど、ちょっとしんどいですよ。結構しんどいところは多いんですけど、でさっき高橋も言ってたみたいに緩急もすごくあって、ふっと肩が力抜けるところとかクスッとするところもたくさんあるんで、そのなんかリズム感で一緒に楽しんでいただけたらなと思います。アザーズもねすごく家族愛が描かれた大変心温まるエピソードになってますのでね、彼らも含めて一緒に楽しんでください。今日は配信をご覧の皆さん、会場を、お越しの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは花森さんお願いします。改めまして山田朝右衛門さぎり役の花森ゆみりです。本日はご覧いただき本当にありがとうございました。本当8話まで今皆さんに見ていただける環境下になったんですけれど、どうしても生と死っていうテーマを取り扱う作品ですので、本当人と会っていくその中で普段なんか見ないようにしている死っていうものがこんなにも身近にある世界の中で、美しい世界の中で散っていったり、それでいて生き延びていったり、自分たちの信念を追い続けていたりっていう、本当さまざまな生に対する執着を描いている作品でして、それに負けないように熱量キャスト一同も込めさせていただいております。特に本当私も8話を見たばっかりなんで、ふとした時に涙腺が緩んでしまいそうなんですけれど、友達からも深夜1時半くらいに泣きましたっていう一言だけ LINE が来たりとか、本当そのくらい衝撃的な回だったので、本当ぜひ8話まで見ていただきたいなと思っております。ガビちゃんは今日本当忍び足を踏むのではなく韻の方を踏んで頑張っているので、後で感想を教えてって言われているんですけれど、はい、楽しかったよガビはい、これからも地獄楽のアニメの方続いていきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあこちらテレビアニメ地獄楽はテレビ東京系列ほかにて毎週土曜日23時より放送中です。皆さんぜひご覧ください。それでは地獄楽より花森ゆみりさん、木村良平さん、高橋理恵さん、小林千佳弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。